どうも、東海釣り三昧です。今日はね、表浜に来てるんですけど、今回はリールごとの飛距離比較でもね、してみようかなと思います。今回持ってきたのは、19トーナメントサーフの4号のハイギア、7半テーパーの純正スプールと、12のフリーゲン、三つ巻きですね。三つ巻きのフリーゲンと、これはスピンジョイ SD だけど、オシレートが多分今の現行のフリーゲンと同じだから、オシレートビッツと4号と3号の三つ巻きノーマルオシレートで、間にサーフリーダーがこの間のオシレートのやつがね1個あるんだけど、それは今回は持ってきてません。とりあえずね、この3種類で飛距離比較をしてみようかなと思います。16のトーナメントサーフもね、19とオシレートがちょっと違うから若干変わるかもしれないけど、とりあえず今回はね、ダイワとシマノで、ついでに三つ巻きとノーマルオシレートの飛距離比較をしてみたいと思います。で、テーパー、車外のテーパースプールもあるので、こちらはね、ウィンズの10度テーパー、ダイワ用。で、こちらはね、拙者さんの、7度テーパー。今、7度テーパー確かね、廃盤でもうないんですよね。7.5 度になっちゃってますが、とりあえず7度テーパー。ハイテーパースプール。車外ハイテーパースプールもね、試してみよう。だから、5種類か。4号の7半スプールと、シマノの三つ巻きとシマノのノーマルオシレートにそれぞれハイテーパーの車外スプールでね、飛距離比較をしてみたいと思います。竿はスピンパワーの405BX で一律、もうこの竿を全部使ってねやってみたいと思います。それではね、19トーナメントサーフの7半スプールからやってみたいと思います。重りはね、27号のブラテンピンの仕掛けも砂ずりもなし。重り直でつけてもいいかもしれないけどね、ここに。さあ、とりあえずこれから順番にやっていきましょう。投げ方も全部同じにするので、1投ずつ。何投もしてると疲れちゃうからね。で、ちょっと一番最初は力糸が緩んでると困るので、力糸分ぐらいは出して巻き直す。さっきまで風がなかったんだけど、風が出てきちゃった。たらしはね、スプールから30センチぐらい上でも全部1投ずつね、全部で5投あるんで、何投もしてると20投とかやってるとね疲れちゃうんで、1投ずつミスキャストした時以外は1投ずつでいきます。じゃあ投げます。で、着水したら止めて、発色できらなかったな。で、着底を待って、着底を待ってる間に飛距離を測るデプスゲージ、デプスチェッカーを取り付けて、で3周ぐらい巻いた方がいいかな。使うの初めてなんだけど。で、糸吹きを取ります。糸吹きを取り終わったところで0にして、よし、ここから回収。で
で最初の状態ぐらいまで戻して、ここ映ってる174メートル、写真撮っとかないと忘れそう。それではね、次は三つ巻きのフリーゲン。スプールがキススペシャルのスプールがついちゃってるけど、テーパーの角度はねフリーゲンの純正と同じはずです。確か三つ巻きになってなかったので1回投げてありますが、それでは三つ巻きのシマノ投げてみます。で着底を待ってる間にデプスゲージを、これなんか使い方が難しいな。逆向きの方がいいのかな。いっか、とりあえずつけて123周ぐらい巻いて、で糸付けを取る。おとととと、これ場所変わっちゃったら意味ないよね。いっか、1メートルぐらい。はい、糸付けを取ったところでゼロに戻して、さあ回収します。よいしょ。あ、トーナメントサーフより飛んだ。180メートル。次はねノーマルオシレーションのスピンジョイ。多分ノーマルだと思う。今の現行のフリーゲンと同じオシレートだと思います。でスプールはね、さっきフリーゲンの三つ巻きで投げたやつをね一回投げ直して使ってます。変わるのかな、オシレートで。よし、投げてみます。あんまり変わってなさそうだけどね。あ、変わってるかな。変わってそうだね。あ、これ向きが逆だ。さっきこっち向きか。で糸付けをあれ糸付けを取ったところでゼロにして巻きます。巻き出した後はもう下がっても一緒か。風が出てきちゃったから結構ね、朝のうちにやればよかった。朝もう本当に無風でね、こういう飛距離の比較するにはすごい良かったんだけど。で同じぐらいの位置に戻して、飛距離は169メートル。ああ、飛距離はやっぱ一番落ちるんだね。170、180。あ、結構変わるわ。10メートル変わる。三つ巻きとノーマルとで10メートルも変わる。10メートルはちょっと誤差じゃなくなってくるよね。それではね、19トーナメントサーフの車外の10度テーパースプールです。ちょっと疲れてきちゃったな。よし、投げます。あっといかん、よろけたけどまあいっか。発色できってないね。
若干向かい風ではあるけど発色できると思ったんだけどな、着水では。ちょっと悔しい。このいて糸ふけを取ってでリセット。それでは巻きます。今のところ1位はフリーゲンの水巻きだね。180メートル。はい、183メートル。今のところ1位3メートルだけど3メートル誤差だよね。それではね、これが最後です。三つ巻きの7度テーパー。7度テーパーはね、僕の経験上三つ巻きが一番トラブルがないです。まあ遠投用なので、とりあえず三つ巻きとノーマルオシレートだったら三つ巻きの方が飛距離が出るということが分かったので、それに付け加えて遠投用のスプールだから、まあ基本三つ巻きに使うと思えばいいんじゃないのかな。でも今三つ巻きがこのスーパースローオシレートのリールが今現行で販売されてないので、フリーゲンに7度7半使おうと思うとスピンジョイにつけて比較した方がいいのかもしれないけど、まああんまりこういうハイテーパーね、しかも今7度廃盤で7半しかないので、もう本当に廃盤同士ですが、まあこれ最後シマノの三つ巻きのハイテーパー。よし、投げます。竿先すった。立ち位置が変わっちゃう。ちょっと1メートルぐらい立ち位置が下がっちゃったけど、糸ふけ取ってリセットで巻きます。よし、疲れた。最後183、ちょっと1メートルぐらい後ろ下がっちゃったんで183だね。一緒だ、ダイワと変わらんわ。島の飛距離。とりあえずちょっと最後に純正スプール、一番最初に投げたやつだけもう一回投げ直してみます。
179メートル。じゃあ三つ巻きとシマノとダイワは、三つ巻きだったら三つ巻きのシマノとダイワの7班テーパーは7班スプールがね、そんなに飛距離変わらないんだね。全部投げ終わりました。トーナメントサーフはね、2回目を採用ということで、トーナメントサーフの純正スプールが179メートルで、シマノのフリーゲン三つ巻きスーパースローオシレートの純正スプールが180メートル、1メートル勝ったねで、ノーマルオシレートのスピンジョイのノーマルスプールが169メートル。こことここがね、意外と10メートル差があるとでかいっすわね。10メートル差があるんででかいなと思いますけどね。で、トーナメントサーフの10度テーパーが183メートル。シマノのスーパースロー三つ巻きに車外の7度テーパーが183メートルで同じ同率1位ということでした。だからこことここは結構ね差がありましたけど、こことここはそんなに差がないということですね。今はね三つ巻きがもう廃盤になっちゃってて今ないんで、ノーマルオシレートのフリーゲンか、スーパースロー5と同じぐらい、だから14のサーフリーダーと同じぐらいのオシレートだと思うんですけど、今の現行のサーフリーダーも多分フリーゲンよりちょっと遅い。三つ巻きになればなるほど多分飛距離はシマノは伸びるっぽいです。でダイワはね、これ19と16で結構ねオシレートが違うので、それも比べてみると多少差があるのかもしれないですけどね。それをね比べてみても多少差があるのかもしれませんが、とりあえず今回比べたこの3機種と2つの車外スプールではね、こんな感じの比較の内容になりました。一応今日はねアプリ上では向かい風風速4メートルから最大7メートルぐらいでした。ちょっと向かい風になるだけで仕掛けなしでも発色できらないっていうね、ちょっと悔しいことが分かりましたが、はい、投げ比較もね終わったということで、僕はね普通の当たってる釣りを再開してます。当たるじゃん。それではね今回は投げ比較、リールごとの投げ比較でした。今現行はサーフリーダー、シマノはねサーフリーダーとフリーゲンしかないので、三つ巻きが一番飛距離が出るということが分かって、で三つ巻きだとトーナメントサーフと同じぐらいなので、飛距離比較、今回の飛距離比較から言うと飛距離を求めるんだったらダイワということになりそうです。またねこれから今キススペシャルがカタログ落ちしてね、キススペシャルが今ね空席になってるので、それがね次どんなリールが出てくるのか分かりませんがね、それもねちょっと楽しみにしたいと思います。当たるということでね、こちらの長後編はね次回紹介したいと思います。それでは今回はリールごとの飛距離比較でした。どうもご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。